皆様こんにちは。文化と創造、知ること語ることの時間です。本日はゲストに岩崎正也さん、伝統文化教育プロデューサー、そして皇學館大学の現代日本社会学部文化発信コースの准教授、また私どもの日本文化サロンの方ではアドバイザリーボードを務めていただいております岩崎正也さんにお越しいただきました。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。岩崎さんは昭和34年のお生まれで早稲田大学の理工学部建築学科をご卒業、そして院を修了され一級建築士でいらっしゃると。そして内井正造設計建築事務所の方に入職されて、そちらの方で吹上新御所、そして京都迎賓館の建造に深く関わってこられたというご経歴を伺っています。そしてその後むしろ活動を伝統文化全体の教育啓蒙にまで広げて今日に至っているというふうに理解をしておりますが、今回はですね、特に岩崎さんのその建築家としての経歴、そしてさまざまなお考えエピソードを伺おうと思って楽しみにしておりました。岩崎さんの最初の建築家になろうとしたというその動機というあたりから今日は伺いましょう。ありがとうございます。私は東京の新宿区西落合生まれでして、小さい時から絵を描くのが好きな子供でした。何か遊園地に連れてってもらってもすぐ帰ってきたら絵を描いて説明するような子供でした。また物を作るのが好きな子供でして、プラモデルも作って今度はボディを車のプラモデルでも自分で設計して、カバーボディを載せるような、子供でした。だんだんと遠近法というのを教わったり、それから三角法というものを、つまり平面図正面図立面図で立体というのは表せるんだということを父から教わって、小学校の頃からはまずボディでも絵に描いてから作るなどという手順になったりいたしました。両親と一緒に大阪へ転勤いたしまして、小学校2年生から3年間は豊中市にいました。毎月両親に連れられて京都、時には奈良、時には飛鳥へ連れてってもらいまして、本物の法隆寺であったり、薬師寺であったり、そういった塔をまたスケッチさせてもらいまして、だんだんと古いもの良きもの美しい点など、経験することが重なりました。高校生の時に、クラスで劇をやろうと、ロミオとジュリエットをやろうということで、シナリオを組み直した後、私は主役とか俳優ではなくて、舞台装置をですね担当しました。でベローナの街のルネッサンス、ロマネスクのアーチをまずは設計図にして、今度は原寸大に拡大して、でベニヤに線を描いて、あとはメンバーに、役のないメンバーたちに切ったり組んだり貼ったり、私が監督をしたわけですね。なるほど。これは楽しいと、イメージしたものが、原寸大になって、で材料などを手配して、で多くの人の協力を得て、で監督できると、こういう大きな喜びを経験して、建築を受験するように決めました。そのあたりが私が建築家を目指そうと思ったきっかけです。そうするともともとの興味がおありだったっていうことに加えて、京都奈良のそういうやはり故事を訪れながら
そういう興味や美意識が磨かれていった、そうなんですね。これは強烈な影響を私に与えまして、毎月、京都のまた奈良の、有名な庭園であったり、寺院であったり建物、それを拝観しまして、時にお茶をいただいたりですね、これが私にとっては、京都はいいなと、こういうところの文化が分かる人間になりたいなと思いましたね。そうすると、本日も和服をお召しになっていただいておりますけれども、要するに現代の先端の建築をね、いろんな形で先生も携われておられると同時に、そういう和というものと、最初から自然に両立してらっしゃったんですかね。そうですね。小学生、高校生、中学生の頃に本物の日本文化に接したっていうのは大変ありがたかったです。ですから早稲田大学の建築学科に入って授業では近代建築を勉強しろということになったわけです。でコルビュジエの図面であったり、安藤忠雄先生の図面であったりそのトレースしたり見学会もあったし、そういう中で少し違和感がありましてですね、近代建築の魅力があまり私にはピンとこなくて、どうしたもんかと思い、ヨーロッパに一度3年生の時ですかね、10日間、団体旅行に一人で申し込んで、ギリシャ、ローマ、パリ、10日間ほど行ってまいりまして、これはいい勉強になりました。最初は石の重さに圧倒されましたが、すぐ帰ってきて奈良へ行って、京都へ行って本物の日本の建築を見て、いやいや日本だって立派な建物あるじゃないかと、勇気自信を取り戻した経験があります。なるほど。それは期せずして近代現代建築の勉強をされて、そして違和感を持ちながらギリシャローマ、つまり一番古い建築ですね、ヨーロッパのそれを実際にご覧になって、京都奈良に戻ってくると、比較文化の経験をされたということですね。考えてみればパルテノンであったり、パンテオンであったりヨーロッパの本物を見ることができたんですね。ヨーロッパの古典建築を見ることができて、そして日本の古典建築と比較検討し共通することもありますし、堂々たる聖なる空間は、万国共通の部分もありましたので大変勇気づけられました。その時というよりも今のお考えでもいいんですけれども、そういうギリシャローマの古典、まさに石の力、それとこの木のある意味で柔らかい装丁さといいますか、その共通点あるいは異質であるけれどもそれぞれの魅力みたいな話はいかがですか？おっしゃる通りなんですね。石の文化と木の文化全く異なるような印象もありますけども、神殿あるいは仏殿においては柱の列が堂々としていて、そこに神様仏様をお祭りしていると。宗教建築の意味ではもう日本のものも世界のものも世界的な高いレベルにあるなと、これは共感してまいりました。むしろですね、ヨーロッパの古典を見た後近代建築も見て回ったわけです。少しですが、ポンピドーセンターであったりですね、パリにも行かれたんですよね。パリの方ではピラミッド型のルーブルもいくつか実験的革新的20世紀の建築を見たんですが、どうも安っぽく見えましたね。なるほど、ヨーロッパにおいても近代建築現代建築はさほど魅力的なもんじゃないんじゃないかとお手本にすべきは歴史的にはもっと高みが過去にあったんじゃないかと、そういう意味でも見識を深めることができました。その建築というものからですね、ヨーロッパにおいても現代と、それから、古典古代と、で日本においても当然両方の経験をされながら、やはり伝統そして古典の方に岩崎さんの場合は、生きながら、しかし
こう当然、はい、実践家としてね、はい、私そこが非常に今日伺いたくて楽しみにしてたんですけど、内井正蔵先生のところで、お仕事を始められると、これはまさに現代の建築事務所のそれも最高峰のお一人だと思うんですけれども、そこでのご経験また出会い、はい、また特に吹上新御所などのお話は伺いたいですね。はいはい、大学院生になっていよいよ就職を考えないかん時期に、私は茶の湯に巡り合いましてですね、目白で裏千家のお茶の稽古に通うことができまして、お茶室というのがですね、私に大きなインパクトを与えました。小さいながらも本物の日本の空間ですね、その中でお茶を立てて、一服の一番のお茶をいただくと、床飾りには掛け軸があり、書画があり、花が生けられていて、さまざまな工芸美術が一堂に生きているわけですね。お茶をやりながらお茶室の研究を少し始めました。中村正夫先生の著作を読んで、日本の代表的な茶室を新幹線で冬休みに往復はがきや手紙でお約束をいただいて見に行ったりとかですね。それは、中村先生自体は、京都の先生なんです。ですから、まだお会いしたことはない先生で、はい、京都の工芸繊維大学の茶室の、大家でいらっしゃいます。茶室を調べる人間であれば必ず京都工芸繊維大学の中村正夫先生の本を開くと。で私もそれを読んで、見るべき茶室を見つつ、数寄屋建築があるということも分かりました。で数寄屋建築というのは茶室をベースにもう少し広やかな住宅、邸宅、旅館のようなもので、いっそ数寄屋の事務所へ設計士として入ろうかなとも思ったんですが、いや待て、岩崎は美術館や博物館など現代の建築も手掛ける人間になりたいものだと思って大学に入ったので、師匠としてどなたがいいかなと探しましたところ、健康な建築を標榜されていた内井正蔵先生を知りまして、お手紙を書いて伺ってで弟子にしていただきました。健康な建築、健康な建築という言葉を内井正蔵先生は標語にしてましてね、今時の現代建築はちょっと不健康なんじゃないかという問題提起をされてて、あまりにも尖った建物、あまりにも威圧的な無味乾燥のモダン建築は、そこで長く暮らす人間には人間性を失っていく方向なんじゃないのと。なるほどね。近代建築修正主義などと評価されたりはしてるんですけども、行き過ぎではなくて、本来あるべきオーソドックスなモダン建築はないかという建築家だったんです。健康な建築。健康な建築。面白いですね。私は20世紀の前衛に対しては非常に私自身もアンチの立場なんですね、長年。そうですか。でこれはやはり表現そのものだけがあまりにも突っ走っていってしまっている。で中で今伺いながら、建築というのは本来は人がそこに住んだり、あるいはくつろいだり憩ったりする場所なわけですから、おっしゃる通りです。そういう意味ではとりわけやはり建築家自身がある表現意図を持つよりも、その場に集う人や暮らす人の側に立つという発想は非常にごく別にイデオロギーとしての争いというよりもごく真っ当な考えのように思いますね。おっしゃる通りでして、内井正蔵先生は建築というのは長く人がそこに暮らしたり働いたりするわけだから、住宅のごとく居心地が良いアットホームであるべきだし、そこにある秩序を長い間住まい手も吸収していくんだと。繰り返されるアーチであったりモチーフであったりは、そこに住む人々、公共建築で言えば市民に何らかの秩序
ハーモニーを与えるものなんだと、この逆はどうだろうと、アバンギャルドで革新的革命的な公共建築に出入りする市民は一体どうなっていくんだろうと、なるほどね。そういう健康な建築という内井正蔵先生に弟子入りしまして、なるほど。大変運よくいろいろ良い仕事を担当させたことができました。で一番、私にとってありがたかったのは、入りまして6年目ぐらいですかね、内井正蔵が宮内庁から、吹上信号書を拝命しまして、吹上の信号書、これは平成の両陛下の住宅であると、今上皇陛下、上皇皇后陛下になられた、平成の両陛下が、約30年間お住まいになっていただいたわけですが、その設計家として内井正蔵を選ばれたと、私はスタッフの3人目で3番手、3人のうちの3番手で、主には屋根、それから外壁、タイル、窓などの担当をいたしました。特に照明器具などは最後の部分で私が内井正蔵先生のスケッチをもとに原寸の模型を作って、で照明メーカーが今度は鉄装ケースでつってみてと、これを現場でこれを担当させていただきました。なかなか難しい仕事ではありまして、手本があるようなないような、うちもだいぶ、内井先生もだいぶ、全身全霊努力しましたが、私にとっては京都御所の隅々までチームで案内していただいたり、東京の新御殿、宮殿ですね、の隅々まで、昭和30年代かなんかできたそうなんです、新宮殿、それから赤坂離宮やら、高円宮様やら、皇族殿庭も、それからさまざま見れないような厨房であったり、衣装のことやらさまざま勉強させていただくことができてありがたかったですね。なるほど。それは大変な稀な、もうね経験でいらっしゃいますね。建設会社も大手5社がジョイントベンチャーを組みましたので、えりすぐりの内装会社、それから匠たちが集められましたので、私どもがもう、織物のことやら木目のことやら勉強させていただきました。それが私にとっては34、5の頃だったので、ありがたいなと思っておりました。これは先ほどその健康な建築っておっしゃいましたけど、普通にね健康な建築っていうとあまり面白みもない平凡なということではやはり全くなくてですね、吹上の信号書などは拝見するとそのデザイン性もそうですし、非常に新しさと、それからその古典性、品格と一種の前衛性が両方あるように思うんですが。そうなんです。おっしゃる通りで、伝統的な日本の皇室を代表する品格が求められます。和も求められます。その上で現代性、合理性も求められました。そういったバランスの中で、デザインを決定させていただきました。これは具体的に例えば思い出、あるいは何かこの部分についてってのはおありですか？大広間というのがありまして、これは写真も公開されております。そこに木製のシャンデリアが10個吊り下げられます。木製ですか？木製ですね。で内井正蔵先生はそのかがり火のようなスケッチでですね、かがり火のようなイメージでシャンデリアをできないかというアイデアがあって、それをどうやってか具体的に私の方で模型にして、小さい模型からだんだん本物の原寸の模型までして、これも玉っていうのは蛍光灯を交換できないといけませんね。それは山際さんとメカニックを試作品作ったりして、これが一番私としてはやりがいのある仕事でした。今でもおそらくオリンピック選手であったり、成果を発表したり、そこで大広間ですから、両陛下が歓談する部屋を彩る照明器具です。
でその後内井正蔵のもとに、京都迎賓館の計画の座長になってもらえないかという話が総理府からありました。京都に第二迎賓館を作ってほしいというのは、京都の経済界文化人の皆さんの悲願でございまして、時は1994年の平安憲法1200年記念協会、これの目玉の一つとして、京都に和風の迎賓館を作る決定だけでもということだったんですね。でそのためにはどういう建物、どういう間取り、どういうスペックといいましょうか、部屋名、部屋数、各面積が必要か、これを計画といいまして、この計画を作る委員会ができました。内井正蔵先生は座長で、その取りまとめ役として総理府にはそういった議官が少なかったので、私もメンバーで事務職のような出向して、でファイル1つ2つ分のその使用書を作るようなことをさせていただきました。これは赤坂迎賓館を何度も訪問させていただき、都ホテルさんやこっちの帝国ホテルさんや日本のインペリアルスイートといいましょうかね、国賓をお招きする時の間取りを研究して、で私の方で全体の面積、使用を決めさせていただきました。これはそのどういう、点にその、特徴がある迎賓館として、日本のおもてなし、しかも外交部隊でございますので、日本は違うなと、なんと清らかで、なんと健やかで爽やかでということを建物全体で表現する必要が国益にかなっていくので、大いに和風を表現しないといけないのでございますが、現代の鉄筋コンクリートの技術、防災防火、安全も考慮しなきゃいけないというバランスが一番難しいところだったと思います。むしろそのこう赤坂の迎賓館はどちらかというとこう洋風といいますか、洋風の様式で先進欧米の側が先進国だという意識から、コンセプトになってますよね。そうなんです。おっしゃる通りです。もともと大正天皇が皇太子殿下だった時の宮殿としてフランス式宮殿が作られてますでしょ。まさにこんなに文化国になったんだということを表す時代からですね、本来我が国固有の文化はこういうおもてなしなんだというものがいるんじゃないかということに変わってきたんですね。でこれについては最終的にはコンペティションになりまして、日建設計名古屋がうまく仕上げました。なるほど。でその間に中村正夫先生に巡り合いまして、先ほどのお茶室のそうなんです。京都の委員の先生で、私事務方として大いに茶室あるいは能舞台やらという提案をしていましたら、大変に可愛がられまして、その後日建設計を中村正夫先生が十分コントロールしていいものを仕上げていただきました。で私にはですね、池坊短期大学で勤めてはどうかと、私をそちらへ、紹介していただいて、そこから私は大学短大の教員になったんでして、恩人であります。中村先生はよく見学会もいろんな方を伴って数寄屋建築であったり茶室であったり、で近頃の若い者はすぐ床の間やこう寸法を測り出すと、それはいかんと、はしたないと、それは寸法知りたいですよね若い設計士はね。設計士がね、設計士としてはね、設計士なんかは特にね、これを何か勉強したいんだから、こう柱の寸法やら床の間の寸法やらね、しかし数寄屋の大家の中村先生はこれは数寄屋という美学をまず理解しないかんと、寸法じゃないと、まずこの心構え、美意識をじっくりと、味わえるようにならなきゃいかんというようなことをよくおっしゃってまして、私もご一緒する時はあまり巻き尺を持たずに空間をですね、
なるほどと、こういうことかと、また教えていただいたりして、こうやって私は遠回りではありましたが現代建築を実際作れる人間から古典建築を学ぶような人間になっていきました。その迎賓館の京都の迎賓館の時に、その中村先生とこうのご縁から、それはこう岩崎さんにとっては相当な、こうなんか設計プランに影響があったんですか？私事務方はいろんな先生にインタビューをしてまとめてる役でございまして、私は本格的な和風建築を求めているというのはすぐ中村先生にも伝わりましたんで、まずもって偉いと頑張れということでした。一つ委員の先生の中には当時外務省から引退してその院に入っている方がいらっしゃって、その海外の方をその迎賓館に入って靴を脱がせるっていうことはいかがなものかと。なるほど、それで、それは国によっては失礼にあたるから、もう全部靴式でいいんだというお話がありました。で京都の委員の先生は当然旅館のようないらっしゃいませと言ってまずお靴を脱ぎいただいて畳の廊下を歩いていただくという発想なので、ここでこうしのぎ合いせめぎ合いがありました。最初の第一歩が靴を脱がすか脱がせんか文化衝突ですね。それ中村先生が時間をかけて両方の立場、国の立場であったり、地元の期待を調整して、現在は晩餐会室までは靴でございますが、和風の会食は本格的な畳のすき家でございます。靴を脱いでいただきます。それから宿泊等の部分もベッドルームではございますが、希望される賓客には和室も用意しているという、こういうダブルで、取りまとめることができました。私は当時まだ38区であったんですが、中村先生はやっぱり年の功で、見識もあるので私なら国も府も、市も設計者も地元の期待も全てまとめるということで、任しとけということで、そうだったんですね。ある種第二の師匠でいらっしゃいまして、いつも私のことを心にかけていただきました。今迎賓館の中で晩餐会場までは靴と、そこはそうするとその空間自体は洋風になるんですか？洋風ではありますが、大きな壁画は日本画をタペストリーにしたものでして、天井等もしつらいも和のものになって、切り金の木製パネルなんかもありまして、晩餐会というのは当返礼晩餐会もあるという、つまり招かれた外国の大統領がじゃあ、私がこの夜はもてなそうというふうに貸し出されるような立場があると。だから晩餐会をできるような洋風のしつらえなきゃいかんと、こういうことでした。それはやむを得ないと。現代はなかなかそう長時間の接遇は少ないんですけど、いざという時は相手様に貸し出す晩餐会室だということにはなりました。至る所日本の美意識でできてますので、近年は公開されて、当日も並べば入れるようになってきたので、ぜひ皆さんも京都迎賓館ご覧いただいたらと思います。そういうところに要するにその日本の伝統的な美意識もそれから技術も結集した上で現代にそして世界に通用するという一つの、そういう意味では歴史とのある意味で対話でもあるし、未来に対する架け橋にもなっているように伺っていると思いますが、本当にそうですね。日本はこういう国であるということをはっきりと明確にお伝えしなきゃいけない建物なので、しかしまたお客様を守らないかんわけで燃えちゃいけませんということでね。日本はね、火事がもう歴史的にはもうずっと木造で、火事も一つの文化のうちですもんね。
そういうわけには現代はい現かない。代スキヤ、中村先生としては集大成としての現代スキヤの完成を果たすことができたんじゃないかなと拝察させていただいております。それに関わらせていただきました。その代表的な歴史的なですね、こう日本のこう最高峰の建築物をやはり絶えず参照しながらこう作っていかれたと、はい、例えば一番有名な名前では桂離宮にしてもですね、そうですね、桂離宮、朱学院離宮などがすき家のその一つの傑作でございます。設計者、日建設計の皆さん、あるいは建設者の皆様には大いに現代すき家で言えば壁雲層であったり、対流山層であったり、ご案内を私どももお供にさせていただいて、でそこで、雅楽の演奏や能の仕舞もお見せして、建物だけでなくてそこで行われる、おもてなし、芸能も大事なんですよと、まさにましてそれからのお料理であったりというそういう旅館料亭が持ってるノウハウも大事なんですよと、提供して設計者さんにも、学んでいただいて、総力を挙げて、中村正夫先生の下で作っていただきました。これはもう世界に誇る建築になったんじゃないかなと思います。なるほど。それは本当に大きな、こうジャーナリズムのど真ん中でこう派手にという話ではありませんけれども、やはり大きな架け橋をの一翼を担われたというように思いますね、伺ってても。これに参画させていただいたのは光栄だなと思います。工芸品も、匠の技もたくさんそこには取り入れられてますので、見どころたくさんでございますね。そのちょっとしたその装飾であったりとか、壁面であったりとか、飾り金物であったりですね、それから襖、それから、照明器具であったり、建築で言えば、天井の板であったり、最高級のもの、最高級の技で極められてますね。そういう匠がこの非常にこうモダンに、あるいはこう前衛にシュールにというふうにですね行く風潮の中で、とにかく守られているということの証明でもある、ということですかね。そうなんです。すき家建築の職人、それから宮大工も含めて日本の木造建築の匠たちは現在も健在です。問題はその世襲にあたりましょうかね。本来経済力があり、財力があってしかるべき屋敷を作る場合はすき家建築であるべきなんですね。なるほど。そういうもんで、それはもう今までも申し送りのようにして、そろそろ君も仕事ばっかりしてないで会社も大きくなったんだったら茶でもやらんかと、すき家の一つでも作らんかと先輩経済者から次の経済人が誘われて、すき家というものを作るのが仕事なんだと、その日本を支える文化人としての経済人の仕事なんだと、こういうふうに申し送りされてたように思うんで、ぜひ、富を得て裕福になったらお招きする人も格が上がってくるでしょうからね、世界から、良きすき家建築を良きすき家大工に頼んでいただきたいなと思います。なるほど。つまりむしろその匠そのものよりもまずそういうその日本を支えてきた、いろんな人が日本を当然支えているわけですが、一つはその最高峰のやっぱり技を支えるというのは、例えばの話時代時代の経済的な成功者であったりという方たちの間で、そういう伝承がもっと積極的にあるべきだということですね。そうなんです。今利用されている名すき家の各地に残っている、今は旅館になっていたり記念館になっていたりするものは
全て以前の大富豪たちの邸宅なわけですね。こういうものは国家の文化としてあるべきでございまして、ですから私は今大学で伝統建築を教えております。伝統工芸伝統芸能も教えております。次の世代にですね数寄屋というのは憧れになってほしいなと思って、種まきをしているわけですし、大人の方こそですねもう一部屋は数寄屋の室内にしたいなと、お茶室の一つでもちょっとあるといいなと憧れていただきたいなと思って、大人の皆さんへの授業でも心がけて数寄屋を目指していただきたいなとお話ししております。その伺ってますとね、伝統を新しくしていくという試みが、岩崎さんの場合には建築家としてのご経験としてはまずその吹き上げの新御所であり、そして京都迎賓館である、でそういうところでですねこの結集して、現代の、ある意味で最も魅力的なね、頂点をこう結集していると、つまりこう昔のものだけを見ますとね、今の例えば富裕層の若い成功者がこれ不便だとかね、昔の残ってるものだけ見ると、こんなの作ったって実用性がないと思うかもしれない。でもそういう美意識や技術を全部結集しつつ現代的な空間としても、そして、和の伝統のみならず、洋の側の洋風の用途といいますか現代の、一般的な用途にもかなうし、それから世界のさまざまな、クラスの人が見えてもこれは素晴らしいと、つまり全部の要素を結集させなければそれは御所とか迎賓館作れるわけないわけですから、そうですね、今までも現代と伝統の調和の中で仕事をしてまいりましたし、これからも伝統的な精神で現代的な技術で未来的な快適な空間を作る道があるわけだと思います。そういった意味でぜひ多くの方々に日本の伝統建築、特に邸宅では数寄屋を目指していただいて、職人は待ってます。オファーがあればね、こうしましょうああしましょう、材料もありますというふうにですねお仕事待ってますので、少しでも、そういう日本の良き空間に、皆さんの求めが盛り上がっていくことを祈っております。これ日本のあれですな、成功者や富裕層がね、もたもたしてると、まあこういう私どものこの動画もね、これ日本語英語同時発信ですから、もう世界中の大富豪の側の方がむしろ注文が来ちゃうかもしれない。そうなんです。ロックフェラー邸っていうのには日本の邸宅もあったりします。おそらく大金世界的な方は自分のアパルトマンに茶室があったりですね、という例はあります。何人かの数寄屋大工は世界で作って帰ってきたよとかですね。もうすでにそういうことがあるわけですね。ありますね。まさに世界の人々が日本の建築に憧れてますので、技術はございます。あとは覚悟と、ね、志を持って共に日本の建築文化をね盛り立てていただきたいなと思っております。そんなわけで今大学へ工学館へ10年前に、移りまして、大学では伝統建築、伝統工芸、伝統芸能ということを、お話をさせていただいております。若い学生たちに、日本の良さを知っていただく、家族ぐるみで良きものを見ていただくという教育を、目指しております。伝統文化教育を作っていきたいとこう思っております。それがその岩崎さんの場合にこう一つの物語としてですね、要するに建築というものと最初からそのやはり日本の美しさ、日本の一番深い、高みですね、京都奈良の、そこからこうやはりご自分の志がおありだったからこそのこう吹き上げ御所であり、迎賓館、その
次のプロセスですね、今おっしゃってる、そうですね、そのトータルな日本のこう伝統芸能、はい、あるいは伝統文化全体を、はい、やはり日本人が、はい、もっとみんなが教養としても、はい、生活としても、はい、持ち直そうじゃないかと、はい、こういう理解でよろしいですか。そういうことなんです。迎賓館の時もその総理府の皆様はエリート教育で、伝統文化を習ってきてないんですよね。いや今だってないですよ。ないの、全く試験ほとんどに出ないんだないです。からね。ないです。だからなんだ歌舞伎はみたいなね、ことで、なんだ能っていうのは知らないけどみたいなことでね。ですから僕が30代なのに3時間では質問にお答えしますかって教えてたんです。足らないんだこれ。日本のエリートには日本の伝統文化の知識が足らないんだと、ご家庭でも教わってないんだと、その方が国家のトップでさまざまな意思決定をしているわけだと、これは問題だと、こういう思いもありますね。今は文化全体、教育全体のプロデューサーとして建築家精神を生かさせていただきたいなと思っております。ぜひ岩崎さんのそうしたですね、いわゆる文化、伝統文化全体のですね、プロデュースのお話を、改めて伺いたいと思います。次回も、そのようなお話をお願いしようと思いますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。本日は、岩崎正也さんをゲストに、まずは岩崎さんの建築家としての今日までの歩みをまた、お考えを伺いました。次回、今、予告していただいたように岩崎さんの伝統文化全体に対する、ビジョン、お考えを伺おうと思います。本日はありがとうございました。ありがとうございました。